はい、ここはね、通気口。ちょっとテープが残っちゃったりしてるんですけど、いつもね、ここテープ貼ってるんですね。これ、だいぶ横から見るとですね、この斜めのところについてるんで、ここよりも奥の方が低いわけですよね。これほんと設計が悪いなと思って最初から思ってたんですけど、案の定横風が吹くとですね、雨が中に入っちゃうということでですね、ここの後ろにちょうどファンがあるんで、中の方が少し低いんですよね。そうするとそこに水が溜まるんですね。で、中にはね、漏れないようには防水してるので大丈夫は大丈夫なんですけど、ファンがべしょべしょになっちゃうんですね。で、これなんか代わりのいいものないのかなと思って探したんですけど、こういうものを設計する人ってそういうことを全く考えないのかどうなのかわかんないですがね、車走るもんですし、ちょっと傾いた場所にも止めるし、風が吹いてる日もあるんでね、その水が入らない対策っていうのをちゃんとしないといけないと思うんですが、そういう対策をされたものっていうのは全く見当たりません。それでね、3D プリンターでも持ってればね、自分で設計して作るんですけど、3D プリンターもないんで、ちょっとこれにね、とりあえずの処置として、これにプラスチックでこう水が入らない対策をね、加えていきたいなと思っております。こっちからね、風が当たってこう水が上に上がった時にこう入らないように、ちょっと裏側にも板をつけて、表はカバーをつけてね、入らないというのはちょっと難しいかもしれないんですけど、入りにくいという対策をね、したいと思います。でですね、これ出っ張りが21ミリ。それで横幅が104ミリ。21ミリと104ミリですね。はい、そしたらね、このアクリル板を切って接着剤で貼り付けて形を作っていこうと思います。白い板だからね、ちょっと紫外線には弱いかもしれないんですけど、ホームセンターに売ってる板の中ではですね、このアクリル板が一番耐候性があるということでね、これを買ってきました。厚みはね、2ミリです。まずは104ミリ幅の板を作ります。カッターナイフでね、両面に傷を入れてパキッと手で折ればね、綺麗に割れるはずです。
rest, a sigh at the end, every step a trusted friend.あ、やっちまったぜ。一旦綺麗に割れへんかったらあかんのよな、もうな。もうそういう時はね、ヤスリで磨いて綺麗にしましょう。よいしょ。で、横が何ミリやったかな。21ミリ。はい、そしたらね、次は側面になる部分を作っていきます。側面はね、前が長く後ろが短くなるようにね、斜めにカットしていきます。また綺麗に割れませんでした。まあね、ちょっと短くなっても問題はないのでね、この斜めのとこだけヤスリで綺麗に整えましょう。こんなもんでええかな。まあなんとかなるでしょう。今カットしたね、これらのパーツをこんな感じで貼り合わせて形にしていきたいと思います。どうかな、こんなんでいけるかな。そして接着剤はアクリル樹脂用の接着剤専用のものですね。But not the end. Fix it up and make it new again. One small try, that's how it starts. Smiles bloom from homemade hearts. No need for perfect, no fancy plan. Just build it bold, the best I can. Oh, the joy of making things, even when
そしたらね、周りの角はすべて磨いて丸くします。あたかも 3D プリンターで作ったかのようにね。こんな感じでどうでしょうか。角も綺麗に取れたんでね、いいんじゃないでしょうか。さあ、そしたらもう一つ組み立てていきます。同じ排気口がね、もう一つついてるんですね。キッチンの排気口とマルチルームの排気口ね。The clock stands still, my fingers fly. Creating wonders, don't ask why. Secrets of the makers in my studio's a world within that glowing light, that tiny click. It's when the magic truly sticks. Holding the tester, I laugh out loud. Why'd that happen? I ask the cloud. This blinking LED I see is shining with a dream from me. Each part a piece of what I know, in shapes that only I can show. Secrets of the maker's den, no single path, no final end. I flip a switch that no one knows, and something wonderful just glows. Mistakes are hints in clever disguise, turning errors into highs. Secrets of the maker's den, the circuits hum a whispered hymn. A world unseen now takes its place, right here, right now, in this small space. No homework here, no textbook sign, but still I search for the perfect line. こんな感じ、2つ出来上がりました。これね、丸まま開いてたら虫とかが入ってきちゃうんで、メッシュの板でね塞ぎます。これはね、車のエアコンの排気口のところを作った網の残りです。よいしょ、これくっつくんかな、アロンアルファ。詰まってる？なんかここ塊ができた。To glow, the roof comes our private planetarium show. You smile and tell me this is amazing. That's the fuel that keeps my engine racing. Better together than flying solo. We can do huge things, don't you know? What's the next big idea we can share? Latest specs are super cool, but old school tricks can also rule. Mix this and that, just you and me, crafting our unique reality. No need for finish lines right now. Let's just keep rolling anyhow. Updating
瞬間接着あんまり乾かない。何をかけたら固まるのかな。ちょっとヒートガンで温めてみるか。まあ水分が飛べば固まるでしょう。完成した吹き出し口をつける前に、もともとベースのところにつけてるメッシュですね、これを外しときます。これがあるとね、ここについた水滴は中に入っちゃうんでね、それダメなんですよね。よいしょ。そしたらこれね、作ったやつね、降ってきた。やばいやばい。濡れたらやばいです。はい。こうやってね、テープ貼って雨が入るのを防いでたんですけどね。よいしょ。それにしてもすっごい雨降りましたよ。あ、これちょっとここでありがあんのな。大丈夫これ。ちょっと引っ張りがあるんで削ってこよう。ちょっと削ってきます。はい。これ裏ここね、ちょっとここに出っ張りがあるのでちょっと歪んでるんですよね、こっちね。削ってきました。そしたらつけていきましょう。まずここね。指が入らへんねんな。よいしょ。そしたらちょっとテープで押さえときますね。
craftsman stands. DIY, it's a long romance, while the world is rushing, taking every chance. I'll just sharpen time, keeping vision clear. Things built with heart will never disappear. DIY, it's a craftsman's pride. あ、これ中のメッシュ取るの忘れたんちゃう？マジか。二重もしとったらね、空気の流れが悪くなっちゃうんで。今回ね、この排気口、これの排気口の口がね、この面に対して直角になってたので、まあ実質横から穴が見えてる状態ですよね。そんな感じになってて、この切り口がまたこの中の穴の高さと同じ高さでこの切り口が切ってあったので、もろにね、中に水が入ってたという状況だったので、それを改善するためにこのカバーを作りました。で、このカバーは外側が長く内側が少し短くなってて、この口がね、若干内向き加減になってます。このことによってね、横風が吹いてもかなり水が入りにくくなったんじゃないかなと思います。で、横からね、降ってきた雨と風によって、今までだったらこの下からね、水滴が押されて上に上がってきた分が中に入る構造だったんですね。だから今回後ろ側にもこの板をつけて、この裏側に溝をつけました。横から降ってきた雨、風に押されて上に上がったとしても、この後ろの溝によって横に弾かれる構造になったんですね。だからかなりもう水は入りにくくなったんじゃないかなと思います。そしてこの下にはね、虫が入らないようにメッシュの板もつけてます。今回ね、これをつけてから少し旅に出てきたんですけども、そんなね、暴風雨には合わなかったので、正確に実験とテストというわけにはいかなかったんですが、このままでもね、雨は中に入ってくることはありませんでした。またね、暴風雨にあった時にしっかり検証はしていきたいなと思いますが、大丈夫なんじゃないでしょうか。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。